こんちは。ギルクエマップの解説、やっていきます。4G のギルクエに登場する13マップを紹介して、その特徴などについて解説していきますよ。イコール、未知の樹海と思ってもらっていいよ。探索とは微妙に仕様が違うけどな。それと、個人的なギルクエにおける評価もしているよ。マップごとの差、かなりでかいからね。この動画は、我々が投稿してる、ギルクエ厳選の旅シリーズの補完として作ってる面もあります。マップ個別の評価だけではクエの評価は決まりませんが、ざっくりの評価基準が伝われば嬉しいです。なお、この動画は参考文献として、ファミ通の攻略本を使って作成しているよ。マップの名称は、同書籍から持ってきています。通称も一緒に載せてますが。さて、それじゃあ見ていこう。本編開始。最初は非戦闘エリアから見ていくよ。大型が出現しないマップね。一つ目はベースキャンプです。わざわざ解説するもんでもないですが、未知の樹海は必ずキャンプスタートになります。上位でも G 級でも変わりません。腐るほど聞いたこの開始 BGM、いかにも未知の探索って感じがするよな。マップとしての特徴は、なんといっても支給品。体力とスタミナ、どちらの回復も出るぞ。レベル76から支給用の飛躍が混じります。86以降では、なんと 40% で入手できます。保険として普通に優秀なんだよな。ギルクエはマップがシンプルで戻りやすいし。その他は特に見るとこはないですね。気が乗ったら爆弾でも採取してはどうでしょう。二つ目は迷路。略し方は、迷以外聞いたことないな。その名の通り、迷路状になっているマップです。遺跡感を強く感じます。特徴はその長い直線距離です。通り抜けるのに時間がかかります。当然、道中にあったら大外れのエリアだが、レア採掘が固定で湧くんだよな。ある種のお宝エリア感覚で使うこともできますね。入ってすぐポイントがあればですが。またその性質上、最終エリアにこれがあると、自動的にモンスの行動範囲を制限することができます。これは迷路以外のマップも同じことなんだけど、クリア後のちょっとした楽しみになるかもね。三つ目、猫、豚と言ったりもする。これは探索でお供やプーキーと会えることに由来します。呼び方でマップ的な区別はありません。これもモンス不可侵のため、迷路と同じように使えます。狭いし小型もいないので採取は楽。残念ながら武器防具が掘れるレア発掘はないけど、代わりに幸運のかけら系が掘れやすいみたいね。予断ポイントなんていくらあってもいいですからね。うまく生成されたらありがたく取っておきましょう。当たり前だけど、道中にあったら大外れだよ。迷路ほどじゃないけど、距離の問題じゃないからね。4つ目、壊れ柱。通称は柱だね。攻略本では壊れ柱となっていました。確かに柱が壊れてますね。こちらは謎が多いというか未確認のマップでして、ギガ系だけ入れるらしい噂を聞きます。ただ、攻略本では大型は入れないことになってんだよね。だとするとどこから出た噂なのか。どちらにせよ、こんなデコボコなとこじゃ戦えないから、基本は非戦闘エリアの認識でいいと思う。モンスの移動制限としての活用のほか、固定レア採掘があるのがいいですね。少なくとも迷路より視認しやすいので、クリア後の宝探しには向いています。このくぼんだ感じが孤島を想起させるんだよな。文明的には近しいものがあるのかも。5つ目、みんな大好きお宝。レア発生時に決まった場所に出現するぞ。出現率は450分のクエストレベルパーセントです。140だと 31% なので結構高いですね。一番の目玉は複数のレア採掘ポイント。最大3つまで掘れます。残念ながら風吹きが出る確率は他と変わらない。宝エリアだけ上げてくれてもいいのにね。生成具合によるが、かけら系や高級虫餌もしっかり取れる。樹海で欲しいアイテムは大体揃うね。基本的にあれば嬉しいマップではありますが、どこのエリア間に出るかが重要ですね。ベストなのはキャンプと1の間です。ここならクリア後戻り玉でしっかり回収可能。逆にこれ以外だと通行の邪魔になっちゃうんだよね。モンスの捜索時に結構ストレス溜まったりする。移動中の交流石の効果はしっかり減ってくし、ありゃいいってもんでもないな。それと最終エリアにあるパターンも大変ですね。移動の邪魔にはなりませんが、単純に遠すぎてろくに掘れないことがあります。この場合もちょっとクエストの評価は落ちますね。さあ、ここからは戦闘エリアを見ていくよ。まず共通の話題として分割パターンに触れときます。同じマップでも生成のたびに形状が変わるのですが、1マップあたり複数個の出入り口候補が設定され、選ばれたものに沿って地形が決定される仕組みです。これは非戦闘エリアについても同様の仕様ね。柱だけは入り口だけで広さは変わらないみたい。
当然だが、分割具合によって印象はだいぶ変わってくる。広いと戦闘は楽だが、通過がだるかったり。マップによって地形の種類が増えたりもします。こちらは個別の解説で触れていきますね。戦闘エリアの一つ目、傾斜。通称はケイ。開けており、見晴らしのいいマップですね。その影響か、多くのモンスターが侵入可能です。特徴として、採掘ポイントがポコポコ発生しています。地形に同化してて妙に見づらいんですが。基本の地形っぽい顔してるけど、斜面が多くて普通に戦いづらいマップだね。意図しない高低差で攻撃がスカることがよくある。あんまり入ってほしいマップではないな。斜面は攻撃を避けづらいのも厄介なんですよね。体感、少し足を取られるように思います。モンスターによるけどね、段差がないだけマシって感じかな。二つ目、丘。これは高台のある傾斜だね。これ、厳密には傾斜と同じマップです。北側に出入り口が出現したパターンですね。高台が生成されると印象が変わるため、別マップの扱いを受けていますね。ここ、印象としては傾斜がさらに残念になった感じ。段差があるとまあ邪魔でな。特にヤバいのが、一段目のすぐよじ登れる段差。意図しない登り降りで事故が多発するよ。段差付近は比較的平坦なんですがね、危なくて近づきたくありません。そして、ここは移動面でも邪魔になることがあります。登らないと移動できないパターンとか。初期位置が台上の場合もだるいね。上は移動を制限できるメリットも一応あるけどさ。移動先は上になったり下になったりする。下の場合で広ければ問題なく使える感じかな。3つ目、平地。一般には川とか水と呼ばれてるよ。侵入できるモンスの種類が最も多いマップです。ギルクエで侵入不可なのは、なんとディア系のみ。その名の通りで、ほぼ平らで非常に見通しがいいです。水部分が少し凹んでるくらい。4K の特徴である傾斜と段差を削った結果、ギルクエどころか 4G で一番戦いやすいマップになったよ。そもそも4のコンセプトどうなんて話もあるが、とにかくギルクエでは当たりマップの一つだね。エリアが広いので動き回る相手でも対処しやすいですね。TA でもここを買って採用されています。唯一、合流時の対処がやや難しいのが難点でしょうか。本当に遮蔽が一切ないですからね。まあ、広さでごまかせることも多いけどね、総合的には理想のマップだよ。続いては崖。攻略本でも崖は崖だったわ。こちらは急な崖を境に上下に分かれていますね。そのせいか侵入不可モンスは少し多め。崖以外は平坦なマップで当たりです。崖自体も邪魔になることはあまりないですね。丘の1段目と違ってスティックだけでは登れないからね。基本的に壁と一緒だよ。ここはいろいろな活用法があるのが魅力。崖上は移動を制限できるから TA に向くね。下は少し広いので通常戦闘ができます。上り下りの隙には注意。また、モンスターの分断が自然に行える場合があります。崖を挟むと発見されづらいので。発見時で崖を越えてくるのあんまり見ないからね。合流に気づかないこともあるくらいだ。総じていろんな使い方ができる面白いマップだよ。場合によっては平地より重宝するぞ。お次、天井。通称はテント可動だね。改めてまとめると、侵入不可の子多いですね。やっぱ天井あるから入りづらいんでしょうか。これも基本的に平坦で当たりのマップです。対象モンスターなら入ってて嬉しい。気をつけたいのはマップ端の太い柱付近だ。ここはツタによじ登れるんだが。柱とエリア端の間がめちゃくちゃ狭くて、この付近は戦いづらいんだよな。柱で位置がずれて思わぬ攻撃を食らったりもします。結構気を使わないといけませんね。その他、シンプルに侵入不可が多いため、生成されても戦えなくて困ることがあります。移動先を制限したりの使い方はできるけどね。平坦なマップだけにちょっともったいない気もする。さて、続いては二重床だ。ツタって呼ばれてるとこだね。天井からさらに侵入負荷が増えましたね。種類で言えばぶっちぎりナンバーワンです。ラージャンとイビル城ですら入れません。なんと彼らが入れないのはここだけ。特徴的なのはやっぱりツタ部分だね。ここはツタやられでモンスターを拘束できる。一番有名なのはドスランだろうね。あいつをやるならツタ上スタートは必須だ。4はティガもハム対象でしたが、4G であえなく出禁となっています。一方で、ツタを利用するために柱を登るパターンがあり、こちらは有用性微妙ですね。こうなると、ただただ柱が邪魔なだけだね。モンスによっては意図せず登ったりするし。たまに野良でツタしゃがるとか貼られたりしてたけど、上下しすぎててめちゃくちゃやりづらかったな。柱を除けば平坦でやりやすいんですがね、これを組み込むのは非常に難易度が高いです。ここからは砂のあるマップになるぞ。まずはそのまんまの名前の砂地から。一面が砂に覆われていますね。意外と色々なモンスターが侵入できます。
が、お世辞にも戦いやすいマップではありません。平面で構成されてはいますが。エリア内が少し高めの崖で区切られてるんだが、一区切りが狭くて戦いづらいんだよな。丘と同じ理論で、意図しない登り降りが発生する。動きが激しい相手とは非常に相性が悪いぞ。用途はズバリ、ディアブロスと戦いたい時に仕方なく採用するって感じですね。ディア君はここともう1エリアにしか出現できないので、まだマシな構成を狙っていくしかありません。ちなみに、ディアとの相性も普通に悪いからね。先行やら飛び出しやらやりたい放題だよ。そうそう、このマップは 4G での追加要素だよ。村上位に入ると解禁になる。樹海の中に突然砂漠みたいなとこが出てきますからね。よく考えると違和感があるマップです。さあ、いよいよラスト、鉱石だ。紫と呼ばれるところだね。こちらも砂があるエリアです。洞窟の色味のせいで、だいぶ印象変わります。微妙に砂より侵入できる子が多いです。できてほしくなかったんですが。要素としてはここが最悪のマップと言っていいかな。小規模な段差と流差がハンターの行く手を阻む。特にヤバいのがマップ北側が生成されてしまった場合、こんなの人がやるゲームじゃないよ。一方で南側はわりかしおとなしい地形をしています。東側は広く平坦な部分もあるので、ディアクエではここを生成したパターンが必須。頑張って厳選しましょう。まあ、中央のデコボコ地帯は絶対ついてくるけどな。ディア君に頑張って壊してもらおうね。入った時のインパクトは絶大だが、実は北側を除けば砂と大差ないって印象かな。砂の方が困る場面も多いですからね。どっちも褒められたもんじゃないですが。以上、13マップの紹介でした。意外と量あったわ。こちらには我々の戦闘エリアの評価を載せています。形状によるのでざっくりとしたものですが。特に下3つはパターンによる差がかなり大きいから、結構怪しい表ではあるな。ま、ギルクエ探索勢はおおむね同意してくれるんじゃないか。川で残念がる人見たことないし。分割のパターンを含めると13種類どころではありません。実際のクエでは全ての要素の掛け合わせなので、あくまで議事乱数になりますが、どれだけギルクエ厳選の沼が深いかってとこですね。ここにモンスと武器種の組み合わせもかかるからな。理想のクエの出現は文字通り天文学的な確率。それにしても、いびつなゲーム性してるよ。結局平坦なとこがシンプルに評価高いってさ。エンドコンテンツの最高難度が最も地形に恵まれます。遺跡平原がゲームの初期マップとか正気か。これでギルクエが通常マップだったら、4K の評価を根底から揺るがしていたでしょうね。決戦場系も戦いやすいとは言えんからな。結局、普通の地形が一番なのよ。そういうことですね。さて、それでは我々も厳選作業に戻るとしますか。ほいじゃ、次の動画で。またね。